皆さんこんにちは、ディンです。はい。今日はですね、ちょっと報告があって、カメラを回しているんですけども、タイトルにある通り、ドバイへ移住することを決めました。はい。正確には来年の2月から、ドバイへ移住することが決定したんですけども、なんでドバイへ移住することになったのかとか、そういったところを今日この動画で話せたらなと思っています。はい。まずですね、僕今年2024年の6月で、29歳になったんですね。で、29歳って20代最後の年で、ちょっと30歳これからどうやっていこうかなみたいな、そういったところを考えるような、年でもありつつ、20代どういったことを自分の中でやってきたのかなって思い返すような、年でもあるなと思っていて、でその中で20代自分がやってきたことの中でやり残したことはないのかなって、そういうことを考えた時に、僕も最初この YouTube 最初から見ていただけている方は、わかると思うんですけども、結構英語でいろいろ発信をし続けたりとか、そういったことをやってきていて、結構グローバル視点な感じでこの動画を出していたんですね。そういった感じで自分の中でちょっと海外への興味っていうところは昔から、あったんですね。でただこの20代のうちでその海外への挑戦っていうところをなんかあんまりできてないなっていうところは正直あって、この SNS 上ではなんかね海外のクリエイターの方とつながったりとかして一緒に撮影しに行ったりとか、それこそ、結構前ですけど、テーラカットフィルムズと一緒にバリで撮影できたりとか、あとマイクビジュアルズを、日本に呼んでアテンドしたりとか、あとベンティ系とかねあったりとかして、いろんなそういった素晴らしいクリエイターさんとつながったりとかして、自分の活動が世界へ届いてるっていうことはできたのかなと思っているんですけども、自分の拠点っていうところを日本から海外へ移して、そこで何かビジネスをしたりとか映像制作をしたりとか、もっと違うね仕事をしたりとか、そういった感じでやっていきたいなっていうところが20代の前半ぐらいからずっとあったんですけども、結局そこを、達成できないままここまでずるずる29歳まで来たみたいな感じになったので、これは29歳っていういい年でもあるし、オーストラリアとかちょっと後で出てくるんですけども、ワーキングホリデーとか、30歳までが資格を得れるとか、そういった制限もあったりするので、ここは自分にとっていい機会だなと思って海外の挑戦というところを決めました。はい。でさっきあったように一番最初は、オーストラリアでワーホリをしながら映像制作とかそういったことをやっていければいいなと思っていて、でその今年626っていうイベントをやったんですけども、その後ぐらいから、オーストラリアのワーキングホリデーの準備をちょこちょこやり始めてたみたいな感じだったんですけども、9月ぐらいですかね、急にちょっとドバイで映像制作の会社を立ち上げて挑戦していかないかみたいな、そういった話が出てきまして、で僕もドバイ、3年前かな、2、3年前ぐらいに行ってるんですね。1ヶ月間ぐらいファビアンっていう方のために映像を作るっていう形で、1ヶ月間ドバイの方に行かせてもらって、でそこでドバイのその街並みの雰囲気だったりとか、物価であったりとか、その治安の良さとか、そういったところはすごい感じていて、でそういった時にドバイで会社を作らないかっていう話が出てきたので、僕も知っている国だし、でドバイってこれからどんどん発展していく、すごいエンタメに投資しているような、国でもあるので、一つのこの挑戦っていうところでいいんじゃないかなと思ってドバイへ移住することを決めました。はい。でオーストラリア行く前も英語っていうところは結構必須になってくるなっていうのは思っていて、で自分は結構英語で発信しているんですけども、英語を学ぶ機会っていうところは正直今までこの中高みたいなところぐらいまでしかやっていなくて、本当に受験勉強でちょっとやるみたいな、そういった感じで英語を学んでいて、でその英語をペラペラ喋るみたいな、そういった域には達していなくて、海外に行った時にコミュニケーション取れるとか、そういったことはできるようなレベルではいたんですけども、ビジネスっていうところになるとやっぱり難しいところがあったりとかして、現に日本にいて海外のクライアントから連絡が来て、じゃあちょっと一回ミーティングしようみたいな感じになって、でミーティングしたりすると、結構Zoom オンラインミーティングで英語で話すって結構なんか
こうリアルで話すよりかも結構こう難しい雰囲気があって、その中で結構いろいろね大きい仕事を逃したりだったりとか、そういったことが結構あったので、これ結構自分の中でもすごい悔しい体験でもあったので、そういったところもね克服したいなと思って、英語っていうところはマストで学ばなきゃいけないと思っていて、でオーストラリアの前にフィリピンのセブでこうちょっと短期留学みたいな感じで英語を集中勉強みたいな感じでやって、そこからオーストラリア行こうと思ってたんですけども、それがちょっとドバイになってしまったので、まず12月の1日からフィリピンのセブで2ヶ月間、英語を短期集中で学んで、その後2月から、ドバイへ移住したいなと思っています。はい。ちょっと今喋れることっていうのはここまでぐらいしかないんですけども、2月にドバイに行くっていうところはもう決まったことなので、もう今エミレーツ ID とかそういったものも手続きをしていて、ビザっていうところも今やっています。はい。なのでもうそのドバイに行くっていうところはもう決定しているので、実質もう今11月っていうところもあるので、もう日本に入れるのがあと1ヶ月しかありません。はい。なので本当にちょっとね名残惜しいところはあるんですけども、この海外挑戦っていうところをこれからも応援し続けていただきたいなと思いますし、もし、ドバイで、ビジネスをしている方だったりとか、住んでいる方っていう方はもしいらっしゃったら、連絡だったりとかを気軽にいただけたらなと思っています。はい。なのでちょっと今後来年の2月過ぎぐらいからちょっとこうスタジオの感じとかも変わって、ドバイの街並みとかねたくさん出てくるような感じになってくると思うんですけども、その中でもこう頑張って、やっていってるんだよっていうところをね、この YouTube とかで発信し続けれればなと思っています。はい。今日はねちょっとこの報告動画っていうところになるんですけども、これからもよろしくお願いします。